今日は番外編ということで、ウォーサンダーの陸戦で使えるマル秘テクニックを喋っていくよ。説明動画だからビーム方式なのだ。セクションごとで分けておくから知ってるやつは飛ばしてほしいのだ。説明はエリアが大きい順に解説、使用頻度や尾行、セクション名だよ。見直しがしやすいようにしとくのだ。それじゃ始めるよ。のだ。まずはエンジン音の設定からだね。これがないと試合にすらならないのだ。場所はオプション内のサウンド音量の中にあるよ。どれを設定すればいいのだ。ここの項目だね。プレイヤーの音量を最低の27、他プレイヤーをマックスにすればいいよ。あと発砲音はお任せだけど、私は最大にしてるね。変えるとどうなるのだ。まずウォーサンダーの仕様として、音を感じる位置つまりプレイヤーの耳はカメラについてるんだよね。だからカメラから見て正面かつ壁越しに敵がいる場合、手前にある自エンジン音が邪魔で敵のエンジン音が聞こえにくいんだ。そこでさっきの音量設定なのだ。そう、自分のエンジン音量を下げることによって敵を見つけやすくしてるってわけ。 FPS ゲームだと足音に当たる設定だと思うけど、変えられるのを意外と知らない人がいるのだ。あと小ネタで三人称ズームにすると社長視点になると思うんだけど、この時カメラ、耳も移動していて、自エンジンがカメラより後ろになるから音で索敵する時に有利になるよ。ズームは角待ちに弱いから適材適所で使い分けるのだ。2つ目は草グラフィックの設定だよ。これは設定、グラフィック、レンダリング2項目があるのだ。アーシのおすすめはもちろん最小設定だよ。比較なんだけど、三人称視点で敵を見つけやすくなるんだよね。全然生え方が違うのだ。没入感が減っちゃけど、見つけられなくて理不尽視するよりかは全然いいからね。動画投稿者とは思えない発言なのだ。合わせてみてもらいたいのがメインパラメータの戦車戦闘の設定にある戦車の視点における草項目だよ。めんどくせえとこにあるのだ。で、これを脳にするとどうなるのだ。こうなるよ。これ本当に同じ場所で撮ったのだ。そうだよ。ちなみに双眼鏡の視点でも同じだから、ありなしだと勝負にならないくらいのアドバンテージになっちゃうね。設定をいじってないデフォルトの状態はどっちなのか覚えてないから絶対に確認するのだ。それじゃ次行こう。次は国ごとの奉仕の位置だよ。今はかなり国の種類が増えて各国にアメリカ車がいるのに今更覚えるのだ。それは私も図を作りながら思った。だから簡単な覚え方を教えちゃうよ。これならギリギリ覚えられそうなのだ。特に策略の入ってないイギリス戦車だと初段で無力化出すダメージでかなり重要になってくるから、できるだけ覚えよう。戦中戦車は米ドクスを覚えるだけでかなり違うのだ。4つ目はキューポラを狙ったダメージの取り方だよ。ズンダモンはシャーマンに乗ってティーガー1に対峙した経験ってある？まあまああるのだ。だけど 75mm 砲の策略入りだとティーガーの正面は貫通できないのだ。そうだよね。そんな時に狙いたいのがキューポラ。車体や砲塔よりも確実に走行圧が薄いから貫通できるよ。簡単に言うけど敵の目の前でそんなところ当てられないのだ。それはもう練習して当てられるようにするしかないね。両線からポラだけ出てる場面も積極的に狙っていこう。最後に足がよく狙うキューポラ弱点の車両を上げとくよ。5つ目は分隊を組んでる時に使える金差しだよ。野良分隊でもたまに使ってくれる人がいるのだ。早速使い方だよ。コントロールの共通通常に分隊目標を設定って項目があるから、そこに使ってないキーを割り当てるだけで OK だよ。設定は簡単なのだ。実際に使ってるところを見てみよう。建物奥に自走砲がいてマピン刺したのだ。マップにも表示されてるね。こんな感じで分隊内で敵の位置を共有できるってわけ。もちろん空からもピンを刺せるのだ。偵察で分隊員の支援ができるよ。市街地とかだとめっちゃ強いのだ。6つ目は戦場でのマスカーソル表示だよ。場所はコントロールの共通インターフェースの中にあるマスカーソル表示にあるよ。デフォルトからいじった記憶がないから多分初期からオルトに割り当てられてる気がするのだ。それじゃ早速使用例を見てみよう。オルトを動かし続けてバトルログを確認したり、マップをクリックすることで直接ピンがさせるよ。マップを経由しないから大幅に隙が減るのだ。ちなみに右下のマップサイズは変更できるから最大にしておくと便利だよ。
2の戦車における視点の草と同じところにあるのだ。7つ目は死んだ瞬間の情報共有についてだよ。画面は開幕落ちした場面なのだ。死んだ瞬間からデスカメラを経由して再出撃の車両選択画面へ遷移するまでにマップにピンを刺して味方に情報共有をしよう。敵の場所はどうやって特定するのだ？近距離なら A の瞬間でわかるんだけど、わからなければ B のタイミングで地形を見ながら位置を特定する流れだね。 C まで進んじゃうとマップにピンが刺せなくなるから注意だよ。実際の画面で見るのだ。ちなみにマップ画面じゃないとピンは刺せないから注意してね。5や6の手段じゃできないってことなのだ。8つ目は 3D でカールの草だよ。 500G するのだ。それはけどあるのとないのとではすごい差になっちゃうから大きめのを3つくらい買えばいいよ。実際にありなしで比べてみよう。イギリスで暴れてるファルコンくんなのだ。小さい子に草を生やすと射すらわからないね。次はドイツのティーガーなのだ。重戦車は撃たれても死なないところは隠さなくていいよ。ティーガーの車体下部は変速機で止めてくれるのだ。どこに貼ればわからない人はとりあえず砲塔か仮想敵からのプロテクションマッピングで青くなってるところに貼るといいよ。余談なんだけど無料で手に入れたい場合は軍票ショップに草が入ったランダムクレートがあるからそこで確実に手に入れられるよ。手間だけどバトルパスやってたら交換できるのだ。9つ目は双眼鏡を用いた一方射撃だよ。パート1、パート2で時々使ってた技なのだ。早速説明してくよ。まず前提として使いやすいキーに双眼鏡を設定しておいてね。コントロールの地上車両視点操作の欄に双眼鏡があるのだ。実際の動画で使い方を説明するね。稜線の奥にドイツのパンターがいるシチュエーションなのだ。普通の照準機だと稜線のせいで狙えない状況だね。ここで双眼鏡を使うよ。パンターが見えたのだ。ここで UI を説明しておくよ。中央の黄色円が方向が向いている直線上の位置で外の白円がカーソルの位置だよ。わかったのだ。時を動かそう。惑星の仕様として双眼鏡を覗いた際に射撃ボタンを長押しして視点を動かすと砲弾は出ないけど方向が視点に追従するようになるよ。これで双眼鏡でパンターが狙えるのだ。ここで注意したいのが画面の状態なんだけど見づらいからズームするね。黄色円が手前の地面にあるのだ。そう、この状態はカメラカッソルはパンターに照準できてるんだけど方向先は稜線、地面に当たってる状態だね。図にしてみよう。図は分かりやすくするために少し持ってるけど要するに双眼鏡と方向が少しずれてるからこうなってる感じだね。続きいくのだ。それじゃ射撃の様子を一度見てもらうよ。撃破なのだ。よし、スローで振り返ろう。さっきの図で表すと今こんな感じ。高さの偏差分少し上を狙ったおかげで黄色円も画面奥にあるのだ。砲弾が少し落ちて稜線奥のパンターに当てれたね。最後にやってる操作を教えるのだ。射撃を押したまま双眼鏡ボタンを2連打するだけだね。簡単なのだ。本当はマップごとや近距離の立ち回りについて解説したかったんだけどこのまま作ってると20分超えそうだから一旦区切るね。次回は何の動画になるのだ？まだ決めてないんだけど味方と2機で核攻撃する動画か敵を27両倒しちゃった動画にする予定だよ。年末年始で編集頑張るのだ。というわけで本年はありがとうございました。ありがとうなのだ。来年はいつもの動画に加えてペット、惑星のショーツも上げられるように頑張るらしいのだ。応援よろしくね。それじゃ締めるのだ。バイバイ。バイバイなのだ。Who's that Pokemon? It's Tateo Kohio Ijita S120.